ハッピーなエネルギーが出てくると、みんなこう寄ってきてね、宇宙的な愛がにじみ出てくるんですよ。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は、見た目、9割ということについてお話を進めたいと思います。よろしくお願いします。人って結構第一印象でいろんなことを決められたりとかってあると思うんですけれども、人が醸し出す見た目だったり雰囲気っていうものをどうお考えになっているかを今日聞きたいなと。自分がどうに見られているかっていうのもわからないし、自分がどういう、波動を出しているかっていうのもわからないし、人が来た時に、ちょっとこうすごくオープンな気持ちで迎えられる人と、こうちょっと萎縮してね、恥ずかしい気持ちになったりしてね、やはりすごく自分を表すことができないとか、理想的にはね、すごくこういい感じでね、そして周りの人にね、こう親切にしたりね、あまりエゴが出ないで、そして柔らかい感じで自然体でっていう風なそういう方になれたらいいんじゃないかなって思いますけれどね。普段なんかこう緊張しているとかね、あるいはすごくフランクであるとかね。フランクだから、じゃあその人がすごくずっといい人かっていうでも、調子がいいだけだっていうこともあるかもしれないし、一見こう気難しそうなんだけれども、すごく長く付き合ってると誠実ですごいいい人だっていうこともあるので、見た目 9割とか、外側ももちろんきれいにした方がね、汚いとご迷惑になりますから。ただそれにそんな凝りすぎたらね、凝ってもね、もちろん経済的に余裕があるんでしたら、こんなに綺麗なものもあるのかっていうことで目の保養にもなりますけれども、ただそれに全部エネルギーを注ぐっていうことは無駄なことでね、清潔にするっていうのはすごい大事だと思うんですね。髪の毛を振り乱していたりね、洋服がだらしがなかったりね、言葉遣いが謙虚さがなかったり、尊敬がなかったりね、こう粗雑であるとね、その人にとってそれが自然かもしれないけれども、やはり相手の立場も考えてね、相手を尊敬して喋るというか、衣食足りて礼節を知るということでね、やはりそういう教育っていうことも、道徳的な教育も必要だと思いますし、環境によって自然に身についてくるっていうこともあるんですね。見た目っていうのがこう訓練で演じることもできるんですね。例えば小さい時にこの、お父さんお母さんね、こうまた おばあちゃんとかいろいろ大家族で育ったりしてね、こうみんなに可愛い可愛いとか言われて、こう人見知りしない子とかね、こうオープンに自分をさらけ出すことができるとかね。でそういう誰にもこう構ってもらわなくて、ご両親がお仕事を一生懸命してたとかね。競争が激しい、家族でね育って、自分で抱え込まないとお兄ちゃんとかお姉ちゃんになんか取られちゃうとか、どうやって触れ合ったらいいかとかわからないとかね。だからその段階があって、その方がそういうね、自分を表現する機会がないとちょっとシャイになってるっていう。でいろいろなそういうもの、瞑想をしてね、こう溶かしていくとね、こう順に自然体になって、あるがままそういう自分を受け入れるっていうようなことを私は指導させていただいているんですね。こうシェアする心とか学んだりね、分かち合うっていう心を学んだり、瞑想していくとね、そういうのが自然に解けたりして、すごく自然体になってくるのでね、こう自分がこういう人になりたい、見た目をこう良くしたいとか言ってもね、かえってこ
演じすぎてちょっと不自然かもしれないのでね、私的には皆さんに瞑想していただいたらすごく本来のいいものが出るんじゃないかなって思いますね。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。瞑想を取り入れることによってその人相だったり周りの人を幸せにするオーラみたいなものっていうのは手に入れることができるんですかね。良くなったりするものなんですかね。そうですね。やはりこうね、見た目を良くしようってものすごく努力をする人は多いと思うんですけれどね、そういうものはこう常に変化して崩れていくものなので、ね、やっぱり崩れないものっていうね、永遠の命をこうね獲得していくそういう生き方をしていくと、それを崩れてすごく落ち込んだりね、人に愛されたいっていうことでね、そういうふうに自分を見た目をすごくねこだわっていくとね、そういうんじゃなくて自分の方から無償の愛を出していくっていう、綺麗だから愛されるっていうことじゃなくてね、綺麗だから注目を浴びるとかそういうことじゃなくて、そういうものを犠牲にしても自分が捧げていくっていう生き方をするのがいいのかなって思いますね。頑固な人とかエゴイストとかね、そういうのってやはりなんかみんなと調和できないっていうか、もっとみんなにこうね優しさを出していくとか思いやりを出していくとかね。でまたその人のエネルギーがものすごく欲望でねあちこちこうやってねどちらかっていると周りの人が落ち着かないっていうのが、子供を見るとね、可愛いなと思ってね、この子が可愛い可愛いって言ってね、子供は純粋なのでね、そういう純粋なエネルギーっていうのはみんなすごくこう癒されるんですね。だから私たちもこう人を攻撃したりね、そしたらこうなんか暗いエネルギーを放ってこう心配したりしてるとね、なんかみんながこう避けてしまうっていうか寄りつかなくなってしまってね、最近オーラっていう言葉を言うみたいですけど、そういうハッピーなエネルギーが出てくるとみんながこう寄ってきてね、でそうやってそれをお裾分けしていただきたいみたいなね。だからそれがまたエゴでね誰かをコントロールするようなエネルギーねじゃいけないわけですよね。だから無欲のエネルギー、それはね慈愛って言うんですけどね、コンパッション、アンコンディショナルラブとかね、だからそういうこう捧げてね、でそういう見返りを期待しない。仏様もこうそういう瞑想をね皆さんにね、お伝えしたと思うんですけど、やはりその私たちの中にハートがあるんですね。深いところに心があって、その心のそのね欲望とかねこだわりがそういう純粋な愛のねエネルギーをこうカバーしている。だからそういうものをこう瞑想によってこう整理整頓して溶かしてくるとね、そうするとこう宇宙的な愛がにじみ出てくるんですよ。見た目でなくね、あなたのこのクオリティが良くなっていくとね、でこう全体が良くなっていくと、そうすると周りの人があなたと共にいて幸せになったりね、いろいろこうカンバセーションもいい感じに進んだりね、思いやりが出てきたりね、そうやってすごく調和が図られるっていうね。ただギスギスしたエネルギーでなんかあるいはこう自分っていうね、そういうエゴイストのエネルギーでなくね、ただ見た目をきれいにしてそれで崩れないようにとかいうことでなくて、自分を自己を滅してね、そしてこう捧げていくようなそういう生き方をねしていただけたらなって。それがすごくねこう 90% くらいになると本当の意味のそういうね、内側からの愛によってね人間関係が良くなりね、見た目も内側からも全部いいっていうね、見た目だけだと化けの皮が剥がれちゃうのでそうただこう演じていい人って続かないっていうか疲れちゃうのね。
だいい言葉とかね、こうなんか気取ってやったらできるかもしれない。本当に本音からね、思いやりを持ってこう生きていく、そのすごく愛がにじみ出たり、平和がにじみ出たりね、英知がにじみ出るっていうことでね、そういう本当の人格を磨いていくっていう生き方をね、プラスしていただける。それがヒマラヤ診断瞑想をしていくとね、あなたはそう全ての人に愛されてね、そして生命力が高くて知恵が湧いて愛が湧くという生き方なんですね。ぜひそのように成長していただきたいと思います。やっぱりその瞑想を取り入れることで表情も明るくなるし。そうですね。はい、波動が変わってね、言葉にすごい深みが出てね、知恵が湧いて思いやりが湧いてね、前はボワーってした顔がこうしっかりリコースの顔になるとかね、内側のストレスが解けてね、そして源からのパワーをいただき、知恵もいただいてね、でこう調和されてね、で外側ももちろんこうね整ってきれいに肌も輝いてね、ストレスがなくなりますのでね、視力も良くなったりとかね、それでいてこう今に行って穏やかでね、それで力強い感じで、そうやってみんなに愛されるキャラクターになって、自然体でね最高の美人になりますので、ぜひヒマラヤ診断瞑想を始めていただきたいと思います。